こんにちは、小金穂波です。今日は有名な写真の話です。1945年10月10日、府中刑務所の予防拘禁所から政治犯が出国しました。有名な写真です。徳田久一、志賀義雄、キム・チョンヘなど16人の自由戦士の解放の瞬間、終戦直後の日本を象徴する写真です。ネットでは別バージョンも流れています。そしてこの写真、日本共産党の党史ではほとんど使われません。理由があります。写真が撮られるまでの経緯とその後の運命のことを整理していきます。この写真は一枚完結ではありません。ほぼ同じシチュエーションの別の写真がいくつか存在します。ネットに転がっている入手が容易な写真は次の3つです。一番有名な府中刑務所の門前、次に有名であろう獄舎で並んでいる政治犯、そして獄舎の廊下。画質は悪いですがよくネットに転がっています。この3枚だけ置いておきます。1、府中刑務所の門前。一番有名な写真、1945年10月10日、府中刑務所の門前です。出国の瞬間が写っています。中央に徳田、黒木、志賀、キム、周囲に出迎えの人々が配置されています。よく見ると傘のようなものが写っています。よく覚えておいてください。2、獄中で並んでいる政治犯。獄中で撮られた写真です。政治犯が並んでいます。こちらも有名な写真でネットに転がっています。写っている人物は特定されています。前列左から山本英三郎、福田、須藤末男、志賀、今村秀夫、三田村史郎。後列左から西澤隆二、松本和美、キム、黒木、イ・カンフ。大感謝ではありませんが、後方に出迎えの岩田栄一が写っています。撮影日は10月10日。3、獄舎の廊下。獄舎の廊下と思われるところで撮られた写真です。朝鮮語でネット検索すると出てきます。左からキム、志賀、徳田、丹野が写っています。記録によれば丹野は事故で片足を失っているはずなのですが、その様子はわかりません。撮影日は10月7日です。調査の過程ではっきりしたことがあります。似た写真がもっとあります。撮影日は10月7日から10日、特に7日に撮られた写真が複数。天には共同通信にあります。確認できる写真が全部で8枚あります。詳細はここでは説明しません。どこか別の場所で発表すると思います。これらの写真は共同通信が販売しています。有料で利用できるんですが、デジタルデータは法人向けのみ。個人向けでは印画紙で提供されるし、法人向けほどではないにしてもお値段が高いです。石油王の人がいたら助けてください。なお、このサイトで販売されていない写真が少なくとも2枚存在します。これらの写真が撮られるまでには、特攻警察、治安維持法にしがみつく日本政府と、それに抵抗した人々の動きがありました。そもそも、予防拘禁所に拘禁されていたのは、刑期を満了した人でした。予防拘禁制度は、1941年の治安維持法全面改定によって導入されたもの。思想犯を裁判手続きなしに拘禁し続けられる制度でした。1945年8月15日、敗戦完了機構はしぶとく残りました。国内から制度を動かす力はほとんどありませんでした。東国宮首相は8月18日の閣議で一応政治犯の釈放などの措置を求めましたが、内務省も司法省も何の手段も講じませんでした。府中刑務所内の東京予防拘禁所には16人の政治犯が拘禁されていました。しかし獄外の人にはそもそも政治犯たちがどこで拘禁されているのかすらわかりませんでした。8月20日、プロレタリア歌人の藤原春夫、人民戦線事件で死天功を貫いた中西猪介などは、同盟通信社のジャーナリスト山崎総一を訪ね、政治犯の消息を調べ始めました。山崎は藤原に那須木作次郎弁護士を訪ねるように示唆しましたが、山崎が行くと逆に那須木の方が徳田がどこに収容されているか知っているかと尋ねてきました。徳田の所在は誰にも分かっていなかったのです。徳田らの消息を最初に知った者が誰なのかは今となっては分かりませんが、9月の末には
府中にいることが特定されたようです。徳田の消息を最初に外に伝えたのは C の越郎と考えられています。予防保健所がまだ豊玉にあった時に先に公金が解けた C に対して徳田は連絡が取れるようになったら直ちにその任に当たれと指示をしていました。 C は8月末か9月初めに府中刑務所にたどり着き徳田と面会しました。そこで C はキムが書いたマッカーサー宛ての手紙を預かって占領軍を訪ね、そこで J.K. エマーソンという係官と会ったと言います。9月12日、府中の政治犯たちは岩田司法省に即時無条件釈放の要求書を提出しましたが効果はありませんでした。9月26日、三木清が栄養失調で病死。この哲学者の死の衝撃が占領軍に政治犯釈放を急がせました。この時期に外国人記者が政治犯を探していました。AFP のロバート・ギラン、AFP 支配人のマルキュース、ニューズウィークのハロルド・アイザックの3人です。ギランは当初、ドルゲ事件で無期刑になっていたブーケリッジを探していました。その過程で、政治犯の言いどころを突き止めるために占領軍民主局に紹介したものの返答なし、省庁警察局に至っては政治犯はいないと返答しました。その事情を山崎が知り、9月27日、藤原と高津正道と面談の席を設けました。この時藤原が徳田ら10人の党幹部が府中刑務所に拘禁中、面会不能という情報を持ってきました。コミュニストが府中にいる。3人は府中に向かいます。ミスター徳田はいるか、ミスター志賀はいるか、こう呼びかけながら、3人が府中の予防拘禁所の廊下を歩いたのは10月1日のことでした。占領軍人を装ってアポなしで拘禁所に乗り込みました。拘禁所の係官は、政治犯はいません。通常の刑事犯だけですの一点張り。独房から、おーい、ここだと、徳田が答えました。3人は拘禁所側の妨害を排して徳田らと会見は2時間に及びました。この様子は翌日記事となって世界中に配信されました。欧方において敗戦以来日本政府がひた隠しにし釈放を拒んでいた政治犯が初めて外の世界に発見されました。宮本百合子は晩秋平野で次のように書いています。ひろこは繰り返しその記事を読んだ。冷静な報道のパギに早まり高まっている獄中の人々の鼓動が脈打っていた。大いなる勢力を持ってほとばしる談話。殺されなかった人間性の本流が感じられた。ひろこは涙が流れてとどまらなかった。この時の AFP の記事はなぜか事前に漏れて毎日が先に紙面に載せました。ここから後、他の報道陣も府中に行き取材をしました。2日には同盟通信が府中に入ったことが分かっています。しかし10月3日、この後に及んで政府は治安維持法体制の維持強化を表明しました。山崎内相は治安維持法違反者の拘禁停服を、岩田司法省は政治犯を釈放しないことを外国人記者に対して明言したのです。占領軍は耐えかねました。4日、政治的、市民的、宗教的自由に対する制限の撤廃についての覚書を発表。いわゆる人権指令です。10日までの政治犯釈放、治安維持法などの弾圧法令の撤回などを指令しました。これは実行できないとして東国宮内閣は翌日の5日に総辞職しました。この日には占領軍の係官 J.K. エマーソンと E.H. ノーマンが公式に拘禁所を訪ね調査しました。また司法省は政治犯釈放を通告。これ以降政治犯は拘禁所からの外出が自由になりました。松本和美が外部との連絡にあたり釈放後の活動に備えました。6日になってナシキと藤原らによるモップルが旧称の解放運動犠牲者救援会として再建され、国外での受け入れ体制も整っていきます。8日には戦後最初の党のアピール、人民に訴うが印刷されていました。日本敗戦から50日余り。この日を迎えるために多くの人が動きました。舞台は整いました。10月10日朝10時、雨の府中刑務所、鉄の大門が開きました。その刹那、門の前に待っていた幾着人の民衆の中から万歳と拍手が沸き起こりました。節を曲げず、18年間獄中で戦った徳田と志賀が胸を張って人垣の中を進みました。はためく赤旗、起こる万歳の声、インターナショナルの大合唱、かくして16人の自由戦士と別当に収監されていた1人の計17人が釈放されました。徳田久一、志賀義雄、キム・チョンヘ、
黒木重則、西澤隆二、山部健太郎、今村秀夫、須藤末男、松本和美、広瀬梅治、石川敦、三田村史郎、イ・カンフン、檀野徳一、桑原耕作、山本英三郎、楊文。川上はじめは徳田と志賀の出国を次のような詩にしたためました。牢獄につながること18年、毒病に帰居すること6004日、戦いって生き抜き、地位に志を曲げず、再び天日を仰ぐに至る。同志徳田同志志賀。なんぞこれそうなる。日本歴史あってのこの方。未だかして霊を見ざるところ。ああ、美しきかな。ああ、頼もしきかな。これ人間の宝ない。さて、この写真が使われなくなったのはどうしてでしょうか。理由は単純です。この徳田や志賀が象徴的に写っている写真は、徳田や志賀が写っているがゆえに使えないのです。徳田忠一、戦後日本共産党の最初の書記長、代議士となり、辣腕を発揮しました。しかし、1950年のクーデター的な党分裂、50年問題を招き、家父長的指導も批判されました。その後の党史では扱いが微妙になります。志賀義雄、宣伝の重要指導者であり、戦後も指導者として、また代理士として活動しますが、党とは他元を分かつことになります。1963年、PTBT、共産党風に言えば部分確定の問題で、志賀は党の方針に反した行動をとった上、マスコミを通じて党を批判しました。そして除名されます。徳田と志賀が写っているこの写真は、当時では扱いにくい写真になります。1967年発行、写真集日本共産党の歩み、その45年。この本では、志賀が消された写真が使われています。次の写真集、1983年発行、写真記録集日本共産党の60年。この本では、写真自体が掲載されていません。歴史的写真でも、当時では消されていったわけです。同じ写真でも、扱いは変わります。ある写真は教科書に載る。ある写真はトリミングされる。革命は記録されます。写真は残ります。写っている人は後から消えます。打足です。10月10日の政治案釈放については、40年後の1985年に撮影されたリエナット写真が存在します。おそらく、行動派か、その傘下の団体、特急渡政会によって行われたものと思われますが、詳細はわかりません。一つだけ謎があります。10月7日、実は徳田、志賀、山部は占領軍本部に連れて行かれ、面談が終日行われたという確かな記録があります。この時の3人の陳述録も残っています。だとしたら、どうして7日に撮られた写真に徳田と志賀が写っているのでしょうか。今となってはわかりません。配置は見えましたか？これで今回の記録は閉じます。よかったら次の記録も見に来てください。登録、高評価お願いします。小金ほなみでした。ほなねー。今回の動画ではこれらの資料を参考にしました。